今日は、アスケーカデバイスの、新しいペダル、ゾワというなんて言ったらいいんだろう、オーバードライブ、ディストーション、ファズ、なんだろう、どこにも属せないなんか新しい歪み、ペダル、弾いております。歪み方としては凶悪なんですけど、アンプっぽいというか、ざらつき方とかそういうものがこう真空管のアンプをガツンってこう突っ込んだ時に生まれる本当のちゃんとした真空管アンプを突っ込んだ時に生まれるこうダーティーな倍音とかそういう感じがこうペダルっぽくなってるというか、そこにこうなんかファズだったりとか本当になんかね、いろんなものが混ざり合いすぎてて、でしかもその、ボリュームを動かすとすごい音色が反応するんで、そのファズフェイス的な要素もありつつ、でも結構その潰れすぎるっていうよりか結構オープンな感じもすごい残っていて、アンプっぽいけどファズっぽいみたいな、なんかすごいタッチに反応するなんだろう、ファズオーバードライブみたいな。そうですね、僕普段1発のキャビネット使ってるんですけど、今日は2発ってことでなんか普段よりもちょっとこうレンジが広く感じる中でやってたので、今やってるセッティングも実はかなりトレブルと、ベース絞っていてミドルだけが出るような状態にしてるんですけど、それでもなんかすごいこうオープンな感じ、そのマーシャルの広い感じっていうのが、このペダル、僕今ちょうどしかも 18V で動かしてるんでワイドレンジな感じっていうのがすごいマーシャルと相性がいいのかな。これはなんか本当に不思議なことにかなり分離がいい、でもめちゃくちゃ歪んでるって感じとか、その倍音がいっぱい出てるって感じはありつつ、一個一個の弦がすごい分離してるって感じはなかなか斬新なペダルだなと思いました。このなんか A とか弾いた時でもこういうなんか広域の抜け感とかファズとは違う、ファズだったらこう潰れちゃうところが抜けてくるんですけど、ちょっとジリジリした倍音もすごい出てるっていう感じですかね。でボリュームもなんか僕結構好きなのが、これでこう弾くのもいいんですけど、ちょっと元気すぎるというか広域がこうしっかり弾けてる感じがするんで、ちょっと絞ったいなたい音でこうなんかリフを弾くみたいな。この音色、ペダルの音色を生かした、チューニングにしたいっていうのはありまして、でやっぱりこのなんかオープンな感じっていうのをすごい生かしたいんで、そのペダルのゲイン自体はあまり上げきらない状態にして、結構もうちょっと余力を残してる状態、こっちのオーバードライブでこっちはあまりゲインを上げずにレベルを大きく入れてあげると、そんなにレベルはブワッと上がらないんですけど、このゾアの質感を保ったまんまそのゲインアップできるというか、長いサスティンが得られるっていう。なんかこれでもすごいかっこいいんですけど、全体にいろんなものと混ざり合った時とかに押し出し感が足りないっていう時に、なんかこのオーバードライブとかで踏んであげるとすごい。これちょっとこう、サスティンを稼げるというか。でも音色もそんなに変わってないっていう。そうですね、とにかく、今 18V で動かしてるっていうのもあるんですけど、本当にヘッドルームが高くてサウンドがこう天井がすごい余裕があるサウンドをしてるので、こうやって手前に入れてもちょっと圧が上がって前に出てくる感じがするし、例えば逆に何か後ろにあるペダル、もうすでに歪みを出してるペダルに対して付け加えてあげるっていう役割においても潰しきらないんで、組み合わせしやすい。やっぱりよりオープンなペダルの方が組み合わせを作りやすいんで、いっぱい重ねる人にもすごい向いてるなと思いますね。そうですね、なんか僕今楽曲の中でこう伴奏というか普通にこうスタンダードな音色を作る時にはもう本当にこの同じ機種なんですけども、このアンプでクランチ状態なんですね。ちょっとクランチみたいな。でそれをもうほぼクリーンとして使ってるというか、バラードの A メロとかでもちょろっとこうジャリジャリ言うぐらいに
した音で弾いていて、で普通にちょっとナチュラルに、シンプルにオーバードライブしたい時はまたこうあんまり歪んでないペダルでブーストしてるんですね。でさらにちゃんと歪み切った伴奏を弾きたい時にはそこにブラックアッシュを入れてるんですね。だからそのファズすぎるブラックアッシュとそのマーシャルが合わさった音になってるんです。だからブラックアッシュのゲインも9時ぐらいでレベルを上げてブースターとしてブラックアッシュを使ってるんですね。だからそれの交代要因というかそれをゾアに変えるっていうのはすごいいいなと思いました。よりそのマーシャルらしさというかナチュラルな、ハイゲインを作れるなと思いました。ブラックアッシュの方がもうちょっと、癖が強いというか、それもそれでいいんですけど、ファズ感のある、ハイゲインなんですけど、これにすることによってこのファットな、質感を残したままハイゲインな伴奏を作るのには、なんかもしかしたらちょっとじゃあつまみというかいろいろいじっていこうかと思います。今は、僕もこの、今マーシャルのセッティング、クリーンの状態が今こう割と余裕のあるクリーンな状態にしてるんですけど、そこに、これ踏むと今僕のセッティングだとこういう音色になってるんですね。で、今はすごいパッと見極端なセッティングになってるんですけど、このアンプとのセッティングにおいてはこれがすごいちょうどいいって感じで、まずこのウェイトとかのセッティングにもよってすごい変わりますし。いいですねこれすごく。こんくらいの方がいいかもしれん。そうミドルレンジにより集約されてる感じがすごいします。ウェイトもちょっと上げてミドルを結構下げてこうベースとトレブルを上げてくるとですね、割と多分なんかもっといけますね。もっといっちゃっていいんじゃないかな。やっぱすごい EQ した感じの音になる。これも面白いです。なんかバッキングとかにもなんかこう、イコライジングされたいい感じのディストーションって感じがするし、これ極端にもっといくとでフロントピックアップにしたりするとちょっとよりこうファズ感が出るんじゃないかなという気がしてまして。だいぶ極端な音も作れるっていう幅は、この3バンド EQ ならではの面白さだなと思いました。なんか弾いてる感じ結構ねミドルも上の方に関与してる感じがしてました僕は。なんか弾いててミドルのつまみもそこまでこう真ん中だけに集約してないっていうかレンジ感こうだから山が緩やかな山なのかなっていう感じがしたんで、今ちょっと元のセッティングぐらいに戻してるんですけど、それで弾くと全然バランスいいっていう、なんか面白いですよね。70年代のそのハードロックっぽいというか、なんですかね、ゴリゴリにギラギラのハードロックじゃない時代までのハードロックとか、なんかほんとイメージとしては初期のジョー・ペリーとかみたいな音、低音ちょっとタイトでなんだけどミドルしっかり出てるんだけどちょっと小域にざらつきがいい感じ具合のあの感じ、僕が好きな感じとかがすごくこのペダル出せるし、他でなかなか作れないんで、あれってなんかこうアンプっぽい音だったりするんですけど、やっぱりこのヘッドルームの高さにとその3バンド EQ っていうなんか面白い組み合わせでできる、結構
唯一無二だなっていうのはめっちゃ思ったんで、だから本当に困るんですよね。これはディストーションなのかオーバードライブなのかファズなのかがどれって言えないって、本当になんかそういうペダルだなと思いました。はい。じゃあ次は、アウレリアスを、弾いてみようかと思います。でこのペダルは僕普段すでに、ライブでも、使っているので、今現状割とライブで使ってるのとほぼ同じセッティングって感じでちょっと弾いてみようかと思います。なんか揺れ欲しいみたいな時にボンって踏める感覚がすごい好きで、どのモードも良かったんですよ。でV も C もすごい良くて、個々でいろいろ使い道はあったんですけど、ライブにおいて、何でもかんでもどこでもちょっと雰囲気変えたいとかいう時にもともとフェイザーとコーラスとそれも入れてたんですよ。でもちょっとスペースとか縮小したりとかシンプルにしたくなって配列をこれ1個に集約しました。だからもうそういうなんかちょっと変化が欲しいって時はもう全部これかけちゃってますなんか個人的にすごいいいなと思ったのが、やっぱこのバランスがあるっていうところで、なんかうっすらかけてこうフレーズをちょっと立たせるために使うっていう使い方もできるんで、割と僕は結構そういう使い方でもライブで使っていて、これめちゃくちゃ揺れますねいいですね。これめちゃくちゃいいですね。ちょっとなんかこうサイケデリックだったりとかしつつ、なんかこう綺麗というか、なんか C が要するにコーラスってことですよね。でもちょっとワンがある面白いコーラス。でもなんか今みたいにハイゲインに対してコーラスをかける、コーラスとかフランジャーをソロにかけてよりこうパンチーなソロにするとかは美しかったら美しいし、普段使ってるリバーブはレビテーションを、結構薄めにかけていて、もうめちゃくちゃ設定は薄いんですけど、アンプが歪んでるんで結構ベシャってなる感じにして、まずこのレッジズは、
実は今日ずっと、今まで他のデモ弾いてる時も、ルームの状態でかけっぱなしだったんですね。それは結構、ミックスも低くして今はホールでがっつり、ミックス高く弾いてるんですけど、音色的にすごいこう綺麗というかハイファイというかすごくクリアな音像なんで。ライブとかだと本当に僕結構全部コンパクトなんでマルチとかを使ってないのでいろいろな音を作るというのはなかなか大変で、いろんなのも使いたいんですけど、ね、できるだけ、いろんな曲で汎用性を高く感覚でなんかこれ今踏みたいという時にポンポン踏んだりオンにしたりオフしたりできるようなペダルを入れて、音源は音源で好きな音作るんですけど、ライブの時はなんかそれで組んだのの中でなんかいい感じにやるって感じにやってるんで、結構ピンポイント系のエフェクターはあまり使いづらいっていうのがあります。